どうも、てりやんです。本日なんですけども、前回の時に皆さんからね、ちょっと音が反響してるっていうコメントがすごく多かったので、ちょっとマイクの調整いじりました。それでもなお、反響して聞こえづらいよって場合は、コメントにね、皆さん、ぜひぜひバシバシ、ご指摘ください。で、本日なんですけども、ちょっと前、2月の頭くらいに、ちょっとベトナムに行ってまいりまして、何旅行かと言われたら、ご飯のお勉強ツアーですね。どれぐらいだろう、もう何軒食べ歩いたかわかんないぐらい行ってきました。当然、生春巻きとか、バインセオとか、バインミーとか、あとみんな大好きフォーとかね、いろんなものをいただいてきたんですけど、その中でね、僕、これおもろいなと思ったのが、パイナップルチャーハン。見た目的にも映えるし、で、なおかつ、美味しい。酢豚のパイナップル、いやっていうパイナップルアンチの方はもしかしたら合わないかもしれないですけど、僕の感想をパイナップルがある方が美味しいって感じた。で、そんなパイナップルチャーハンなんですけども、正直YouTube でパイナップルチャーハンタイとかって調べてもらうとレシピ出てきます。結構シンプルです。僕らの思うチャーハンみたいな感じでジャーっと炒め合わせて最後にパイナップルみたいなね。なんですけど、僕がいただいたそのお店がね、ちょっと味変わってて、その作り方じゃこの味じゃないよね、この味出ないよねっていう味だったんですよ。ですのでちょっと谷崎流でややこしくします。というわけで早速本日も作っていきましょう。さあ、では作っていきましょうか。本日なんですけども、エスニックチャーハンということで、実際に僕が現地ベトナムでいただいた時の写真をちょっと貼りたいなと思います。せーの。もうまさに東南アジアって感じの見た目でしょう。こちらいただいたのは僕ベトナムだったんですけど、タイでもこういったお料理あるんですって。ほぼ同じ調理法でベトナムとタイでなんか明確に作り方ここが違うよっていうのは僕ちょっと分からなくて、多分ですけどもうほぼほぼ同じレシピなんじゃないかなと思います。で、僕何店舗かこちらのパイナップルチャーハンいただいたんですけど、一番最初にいただいたパイナップルチャーハンが僕の中では一番好みで、なんていうかね、あれはね、もうこれです。これみんな大好き冷凍エビピラフ。このエビピラフをフライパンで炒めて一緒にパイナップル加えましたみたいなお味だったんです。おそらく一般的なパイナップルチャーハンって普通に白米でチャーハン作ってナンプラーで香り付けしてシャーっていう一般的な卵チャーハンにエビとパイナップル入りましたみたいな、そういった感じだと思うんですね。っていうか、そういったパイナップルチャーハンのお店も多かったです。でも僕がハマったのはこのピラフっぽいチャーハンというか、お味のご飯にパイナップル入ってますみたいなやつやったんですよ。ですので今回は僕の好きだったパイナップルチャーハンを目指そうかなと思います。それではベトナムの風を感じつつ張り切ってまいりましょう。それではピラフを作っていくにあたりまして、日本の冷凍ピラフいっぱい食べ比べてみて僕のお気に入りを探したんですよ。そしたらどれも好きだなってなりまして、特にこれっていうのはなかったんですけど、冷凍エビピラフのうちいくつかはね、ここにもちらっと書いてありますけど、アメリケーヌソース使ってますよっていうタイプのちょっと濃厚な茶色いエビピラフ、それがね個人的にはちょっと好きかなってなりました。ですので今回は僕こっちのちょっと茶色い方でいこうかなと思います。どうせならリッチテイストにということで、それで本日使ってまいりますエビ、今回はバナメイエビをご用意しております。やっぱ現地で食べた時も海のエビというよりは川のエビ、どちらかというと車エビとかブラックタイガーとか、ああいった歯ごたえバッキンバッキンのエビというよりかはもうちょっと柔らかいエビだったなって感じがしたので、今回はバナメイエビで、今回こちらにご用意したのは20匹分です。ちょっとね量がバグってますけども、今回僕は8合炊きます。で、今回のレシピ全部2で割るとちょうどよくなるので、皆さんのお好みの量に応じて分量を変えてくださいね。で、今回アメリケーヌソースですので頭を使います。レシピによってはね、このエビの殻、これだけでアメリカンソース作れますよってレシピもあるんですけど、正直ねこの殻だけで出汁を取ってみると分かるんですけど、確かにね香りは出るんですよ。ちょぴっとだけ香りは出るんですけど味は乗んないです。なのでアメリカンソース独特のもったりとヘビーですっごくリッチな重厚感のある味わいはこの頭を使わないと出ないので、このソースを作るときは有頭エビで作ってくださいね。で、手で揉いでもいいんですけど、揉いだ時に味噌がビチャッと流れるのも嫌なので、今回包丁できれいに落としていきます。こんな感じで。
そしたらこちらの頭、もうこのまんまフライパンにバーンと入れて、フライパンの中でこの頭を潰すようにぐちゃ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 ーっとやって、トマトとかね、白ワインで煮込むっていう、そういう風にやるとすっごく楽ではあるんですけども、いくらこの後これを煮込んで、なんだっけ、シノワだっけ、フレンチのザルみたいなやつ、今回僕はこれでね、こしますけども、いくら目の細かいザルでこすとはいえ、エビってね、ちょうど顔のこの辺り、ちょうど顔のこの辺りに砂袋っていうね、餌を食べる時に一緒に入ってきた砂を溜めておく袋があるんですけど、それ破っちゃったら多分このザル貫通してくると思うんですよね。砂ジャリジャリしたソースは絶対に嫌なので、ちょっとケアします。おそらくここまでやんなくていいんでしょうけども、そしたらエビ、頭の先端に角があるので、この角を右手で持って左手でこの目の下、ここをクッと持ってあげると、せーの、はい、簡単にこの兜が取れるので、ここ取って、ちょっと伝わりづらいですけど、この頭の先端と胸の足、この隙間にね、関節があるんで、ここで落とそうかなと思います。今回ちょっとお味噌もったいないですけども、ここで落とせば砂袋は入ってこないはず。これだったらここ兜を取って、もったいない。でこのエビのお汁、これって結構まな板に染み込むので、そしてなおかつ結構包丁にもねダメージあるので、このエキス、この作業が終わったらすぐにまな板とか包丁とかいろんなもの洗ってくださいね。洗っても多分まな板とかは染み込むと思いますけど、そのために今黒いまな板使ってます僕。それでは今回のアメリケーヌソースに使っていきます他の材料たちをせーの。こちらからエビの頭、オリーブオイル、ニンニク、白ワイン、トマトピューレ、お水、生クリーム、塩、コショウで、今回の分量がこちらから20匹分 100g16 個 100g200g200g60g 適量。先ほどもお伝えしましたけども、全部2とか4で割り切れますんでね、皆さんの作りたい量に合わせて、お米の量に合わせて調整してください。それでは、そしたらニンニク、もうこのまんまオリーブオイルにポンと落として焼き目がついてきたら取り出すみたいなレシピもあったりしますけども、何度も言いますが僕はニンニクに狂っておりますので、こちら全部みじん切りにしてソースの中に溶け込ませます。でこちら最後にこして、このニンニクもペーストになって網からブニュッと出てくるので、そんなに細かくしなくてよろしいかと思います。多分そして全体的に10分から20分ぐらいちょっと煮込むので、そのくらい煮込んだらもう柔らかく抵抗なく潰れるなくらいの大きさであればいいかなと思います。そしたらもうこちらを冷たいフライパンに加えて、はい、オリーブオイル、あとはこちらを火にかけて、火加減的には中火で、今回のこのニンニクが焦げると本当に台無しになっちゃうので、焦がさないように優しく優しく大事に育てる感じで、もう目に入れても痛くない箱入り娘のようにで、部屋中にニンニクのいい香りがしてきて、ちょっとニンニクがぷっくらとしてきたタイミングで、はい、エビの頭で、これまな板の上でこちらをね包丁でガンガン叩いて細かくしてやった方が多分ねこの後楽なんですけど、それやるとねまな板結構傷んじゃうので、めちゃくちゃ染み込むしね、味噌が真っピンクになっちゃうんで、ここでやるのおすすめです。こういった木べらとかで頭を潰しながら、あんまりねカンカンやっちゃうとフライパンが傷んじゃうのでテフロン剥げちゃうんで、もうこのね背の方とかを使ってこう潰す感じで、今最初はニンニクの水分とかこのエビの頭が持っている味噌の水分とかが蒸発するシューとかシャーっていう、こういうグツグツっていうこっち系の音なんですけど、これが水分がしっかり飛んでパチパチって音に変わってくるタイミング、そのくらいまでちょっと焼き付けます。これしてあげると、エビの味噌って言うても結構癖のある部分なんで生臭みがね結構あったりするんですけど、それが飛ぶのでそこまでちょっと煮詰めます。
そうしたらだいぶパチパチと言い始めまして、泡もね細かいのが出てきましたので、このタイミングで白ワイン。はい、これでまたニンニクが焦げつく心配はなくなりました。白ワインで臭み飛ばしと水分の補填、あとこの白ワインが煮詰まると酸味が出てうまいっすよね。そしたら今度はこの白ワインのアルコールと水分、こちらを飛ばすようにもうちょっと煮詰めて、ちょっとこうやって嗅いでみて、アルコールのツンってくるのがなければ、もう白ワインの持ってるアルコールが生臭みを抱えて空気中に飛んでいってくれた証ですので、こうなったらトマトピューレで、ピューレだけだとちょっと重たすぎて全然煮込めないので、同量のお水。今回僕横着してトマトピューレプラスお水っていう感じにしてますけど、ホールトマト缶を使われるんであればもうこのお水は必要ないと思います。あとはこちらがちょっともったりするまで煮込むだけ。目安としては鍋底がかけるくらいに、結構煮詰まってきましたね。そしたら仕上げに生クリーム。もうなんというかほんと基本のアメリケーヌソースみたいな感じです。これエビの殻、頭を一度オーブンとかオーブントースターとかでカリッと焼いてからね作る方法もあったりして、そっちはもうちょっとこう香ばしさが出るというか、もうちょっとこうなんていうんだろうね、パンチのある味に仕上がるんですけど、そっちがお好きな方は一度焼いてくださいね、グリルとかでね。でこちらでほぼ完成で、今日この後こちらを一緒にご飯と炊き込むので、全然必要ないんですけど、なんか癖で塩と胡椒を振りたくなっちゃう、うっすらと。で今回こちら黒胡椒ですけど、全然白胡椒でいいと思います。じゃあ合わせて、この後こちらこすとニンニクがペーストになってブジュッと出てくるので、さらに粘度上がるので、ちょっとサラサラかなぐらいでいいと思います。あとはこちらをこして、はい、これで濃厚アメリケーヌソース完成。今この段階でバカほどうめえ。ちょっと塩分的にね抑えめにしてあるんで、どうやろうね、塩分濃度 1.5% くらいのちょっと濃いめの塩水で湯がいたパスタで作ったら相当美味しいと思う。でこちらまだちょっとあっちあっちなので、ちょっと粗熱を取っときます。ではここからピラフの具材である玉ねぎとか人参とかそういったもののカットに参ります。で今回普通の炊飯器で作るピラフの場合、こういった玉ねぎとか人参とかを一緒に炊飯器に加えて炊き上げると思うんですけど、これが一応試作で作ったエビピラフね。もう十分に美味しいんですよ。十分に美味しいんですけど、エビ味噌の香りもしっかりするし、すごく美味しいんですけど、やっぱ玉ねぎとか人参とかそういったものを一緒に炊き込んじゃったので食感がないんですよね。でもせっかくのね綺麗な彩りの人参なんかもやっぱどうしても色が飛んじゃうのでもったいないなということで、今回ご飯は今回のアメリケーヌソースとバター、それからコンソメキューブ、そういったものでもうほんとシンプルにご飯だけで炊いて、で炊き上がったものをチャーハンにする過程でお野菜を加えようかなっていう、そういった段取りで参ります。それでは今回のエビピラフに加えていく材料たちをせーの。こちらから玉ねぎ、人参、ピーマン、コーン、エリンギ、エビで、今回の分量が、お米8合につき、こちらから中2玉1本4個1缶1房20匹。中くらいのサイズの玉ねぎならね2玉でよかったんですけど、今回ちょっとちっちゃいので5つほど用意しております。で本来はここ僕マッシュルーム買ってくる予定だったんですけど、買い忘れまして、たまたま冷蔵庫にあったエリンギを代用してます。ならばこしらえてまいりましょう。じゃあまずエビの殻むいて、じゃあ今回はこのエビの尻尾も特に使わないので、スポッともう全部すっぱだかにしちゃいます。で今から背わたを取っていくんですけどね、背中ビーッと開いてまた抜いてで水洗いしてでもいいんですけど、今日はなんとなく竹串で背中開くのね早くて正確でいいんですけど、どうしてもねこの身を開く関係上ちょっと歯ごたえ的にねちょっと優しくなるので、今回よりバインバインの食感を残すようにもうこのまま竹串でいきます。背わたを抜き終わったおエビさん、中華なんかではここにね片栗粉を打って揉んで洗ってって感じですけど、もうめんどくさいので、というか片栗粉もお酒も有料なのでね、もうお水でさささっと
エビの表面のベタベタというかヌルヌル、これを落とすくらいでいいんじゃないかなと思う派です。結構十分にね汚れ出ますんでね、お水でね。でこちら水切って、で水気はしっかりと拭って、はい、あとはひたすら包丁仕事。じゃあ今回のエビはこのまま1匹入っててもね夢とロマンはあるんですけどね、ちょっと食べづらいので、このサイズ感だったら3等分で。でエリンギもあんまりでかすぎると他の食材、それからご飯たちとちょっと歩幅が合わないので、だいたいこのくらいで、感覚的にハヤシライスに入っているマッシュルームくらいで、これはエリンギを選ぶ時のワンポイントアドバイスなんですけど、エリンギの美味しさってやっぱこのモキモキっとしたこの食感じゃないですか。このモキモキ食感、この中身ってそんなにモキモキしなくて、モキモキするのこの表面の皮なんですよね。皮というか、とにかくこの表面がモキモキして美味しいので、こういった大きいエリンギよりもこういったちっちゃいエリンギの方がなんていうかこう表面積、この表面部分が多くなるので、こういうやつの方がモキモキっとした食感が強くなっておすすめですよ。だからパックにでっかいエリンギボーンと入ってるより、ちょっとこじんまりしたエリンギが 4,5 本まとまってるみたいな、そういったものをご購入いただくとモキモキ食感多めに楽しめると思います。でピーマンはいつも通り、でピーマン一応種は取りますけど、種も全然食べれるので、そんなに細かく目くじら立てるほど神経質にならなくてもいいかなと思います。そしてあんまり細かくしてもね存在感なくなっちゃうので、どんぐらいだろう、ダイスピーマンみたいなちょっと存在感残るくらいにちょっと今回はカットしてまいります。で当然このヘタ周りというか頭周りもこうやってカットしてあげればロスがほぼなし。でヌンズン、今日皮は剥かなくていいや。じゃあ人参も細かくなりすぎない程度のダイスカット。はい、最後玉ねぎ。このヘタ取る時なんですけど、僕これでね一回手切ったことあるんですけど、グッとこの向きの力を加えながらこれやるとスパッていった時に手切っちゃうので、包丁にグッと入れたら回すだけ、こうしてあげると手切らずに済むと思います。で今回玉ねぎはアッシェ、つまりみじん切りにしたいわけじゃないので、どんくらいかな、こうかな今日は。こちらもこのくらい、ちょっと粗めのみじん切り。
じゃあ最後スイートコーン、ただ水気切るだけで、このお汁には牛乳でコンソメ適量、これは砂糖不使用だからできることです。でお砂糖を少し、一度沸騰してお好みの味に決まったら器に注いで、仕上げのブラペとパセリ、副産物コーンクリームスープでは、ここからこちらをね炒めていくんですけど、ここで分量外の有塩バター、今回2回に分けて炒めるので、これ1個がだいたい多分 20g ぐらいですね。だから合計 40g。 そしたらフライパンにバター火にかけて、そしたら玉ねぎと人参、で飴色玉ねぎを作りたいわけじゃないので、この汗をかかせるって意味じゃないんですけど、これが下味のお塩で胡椒、くったくたにしたいわけじゃないので、玉ねぎと人参がちょっと透明感出てきたらもうおしまい。後でご飯炒めるときにね、これやってもいいんですけど、慌てちゃうので、まだ玉ねぎがちょっと辛いですね。もうちょっと。よし、じゃあもういい感じ。はい、そうしたら第2陣で、今回ピーマンとコーンも炒めようと思いましたけど、これ両方とも生でいけるのでいいかな。だからあと炒めるのはエリンギとエビだけですね。はい、エリンギ、このバターを吸ったエリンギマジでうまいっすよね。もうこれだけでいいもんな。でエビ加熱しすぎると硬くなっちゃうので、エビはほどほどに。焼き目がついてきたらエビ、こちらにも下味塩コショウ、で海のエビ、ブラックタイガーとか、それこそクレマエビとかだったら、正直まだ半生のこのくらいでもいけるっちゃいけますけど、そっちの方がプリンプリンで美味しいですけど、やっぱ淡水のエビはね、しっかり火を通さないとお腹壊す原因になりますのでね、ちゃんと火を通しましょう。今の話はあれですよ、お刺身用のエビの話ですからね。じゃあちょっと焼き目もつけて、はい、完成。じゃあちょっと硬くなられても困るんで、ちょっと粗熱バッと飛ばして、これで具材の下準備終了。そうしましたら、あとここからはですね、もうご飯炊いてバーッとやれば終わっちゃうんですよね。パイナップルはまたカットしてませんけども、だからもうあとほぼほぼ本調理っていう段階なんですけど、ベトナム料理を食べるときにいろんなお皿にこう付け合わせっていう感じでね、大根と人参のなます、正確にはベトナムだからなますっていう名前じゃないんでしょうけど、こう浅漬けみたいなお酢でしっかりと使ったものが必ず添えてくるんですよ。もうね、出現率で言ったらポケモン初代の海上の目のクラゲぐらい、もうほぼほぼ 95% ぐらいね、ついてくるんですよ。ということで、はい、パパッとつけてまいります。そしたら前回に引き続きまた大根。で前回の動画の時にちょっとこの包丁、ちょっとね、これどこの包丁ですかってちょっとお問い合わせというかコメントがあったんですけど、僕の包丁のほとんどは青木刃物製作所の酒井孝之です。でこちらは違うメーカーさんで、ちょっと読み方違ってたら本当に申し訳ないんですけど、おそらく源の秋忠だと思われます。源の秋忠、その源の秋忠のさっきからこのハンドルのここまでで21センチの7寸で、鋼材は銀酸です。で表面仕上げの黒檀ですっていうやつを購入しました。まあそこそこいいお値段しました。でも多分一生もんだと思います。じゃあ大根の皮むいて、未完食の部分までしっかり厚めに。このなますというか生でいただくんなら、やっぱ大根はこの根元の方がいいですよね。こっちの方が甘いので。こっちの皮の部分は僕の明日のランチで、ベトナムの道中は大体がこう細切りなんですよね。はい、ですのでまずちょっと薄切りにしの
でこれを繊維に沿って細切り。ちょっと長すぎる気もしますが、まあご愛嬌。で今回人参は彩りよくちょっと皮むきます。じゃあ人参も縦の細切り。でこの後つけていくんですけど、一般的にはここにお塩を打つこと多いと思うんですけど、ちょっと今回これでいきたい。お砂糖、今これで大さじ 1.5 ぐらいかな。塩だけじゃなくてこのお砂糖にもね食材の水分抜く力あるので、ちょっと今回こっちでやってみたい。まずは全体によくまぶしてから、でこういうのはやっぱ手で揉んだ方がよく馴染むような気がします。刺激学があるからかな。手でだんだんとしんなりしてきましたね。じゃあこのまま10分から15分ほどちょっと放置します。ちょっと10分15分ほど経ってみたんですけど、絞れるというかこうギュッと絞れるくらいにはまだしんなりしないので、ちょっとお砂糖追加。さらに大さじ 1.5 ぐらいかな。よし、これでさらにブーストかかってさらにね水が抜けると思いますので、はい、さらに10分放置。ではあれから待つこと15分20分ぐらい。やっぱあれですね、しなっとなるくらいにはならないですね。やっぱお塩じゃないと厳しいのかな。とはいえ人参も結構ヘナヘナってなってきましたので、一度こちらを水洗い。じゃしっかりと水分は絞って、わなんかこれ力加減間違うとこれ折りそうだな。ちょっとパキパキだ。でさらに水気は切って、あれこんな太かったかな。あれ僕もしかしたらあれかもしれん、太く切りすぎたかもしれん。なんかもうちょっと細かった気がする。まあよかろう。じゃあ今回のこの大根と人参をつけていきます甘酢の材料たちをせーの。こちらから米酢、お砂糖、お水、ヌクマムで、今回の分量がこちらから 300g、200g、300g、100g で、ヌクマムっていうちょっとね聞き慣れないものが出てきましたけども、ちょっと大きめのスーパーのライスペーパーとか、あとそれこそなんていうかこう中華料理コーナーというかアジア料理コーナー、そこに多分こういったものがあると思います。これがヌクマム。これ何かというと、カタクチイワシを原料にした魚醤です。で魚醤といえばね、ベトナムといえばのナンプラー。これと何が違うかっていうと、ナンプラーの方が熟成期間長めだから、ナンプラーの方が熟成期間長いので、よりこうまったりというか優しい雰囲気なのに対して、こっちはもっと鮮烈な香りというかパーンとくるのがヌクマムの方らしい。でこのヌクマムに関して言うと、ベトナムのお店にもうこれがドンと置いてあります。日本でいうお醤油使ってねみたいな感じで、大体はこのヌクマムとスイートチリソース、あとお塩とか、この辺が卓上に置いてある感じでしたね。ですのでヌクマムがもしなければナンプラーで代用されてください。塩分量的にもそんなに変わらないです。そうしましたら、今回結構お砂糖の分量が多いので、ちゃんと溶けるように、はい、お砂糖、そしてお水、この2つだけを加えて、まず添加。こちら煮詰めたいわけではないので、お砂糖が全部溶ければ OK でですね、今回僕鷹の爪とか辛味成分一切加えてないんですけど、辛いのがお好きな方はここにね鷹の爪とか加えてもピリッとして美味しいと思います。ただ現地で食べた道中は辛さが入ってるのは僕は一度も当たらなかったですね。でも多分家庭料理みたいなもんだと思うので、多分作り方は家庭の分だけあると思いますけどもね。そうしたらもう全部溶けましたので、火を止めて、では粗熱が取れたらもう何もかんもぶち込んで、ちょっと味を見て、塩分的にも糖度的にもよろしいのではないでしょうか。それではこちらを大根の中へドーン。はい、全然足らない。まあよかろう。たまに上下返しながら、だいたいこれで4時間から5時間ほどちょっと漬け込んでまいります。本調理が全然進みませんね。いつ僕はチャーハンを作るのでしょうか。でこっちが大根の皮と人参の皮、塩振って15分ほど置いてギューッと絞ったものですね。一度水洗いしてますけども、こっちはもったいないので、鰹節って下の方にこういうお粉たまりません？ここでね出しとるとちょっと出汁が濁るので僕あんま好きじゃないんですけど、だからこういう時にこの下のお粉をはい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 、魚粉を惜しげもなく加えて、
お好みでお砂糖、これ黒糖ですけども、でごまでお好みのお醤油、これは福岡の刺身醤油です。普通の濃い口使う場合はちょっとお砂糖を加えてください。あえてちょっと油分あってもいいなということで、はい、ごま油で焼きのり、あとはこれをあえれば、はい、急に和食の登場。大根の海苔おかかあえ、これが簡単でうまいんだ。これは大根の本来の可食部で作るよりも大根の皮で作った方が僕は美味しいと思ってます。ご機会がありましたらぜひ。じゃあもうパイナップルチャーハンの具材とか、あとご飯炊き込むだけみたいな感じになってるんですけど、ちょっと見た目的に盛り付けたチャーハンの上にエビを飾りたいという思いから、本日こちらブラックタイガーです。で今回こちらを塩焼きにしようかと思いましたけども、掃除がめんどくさいので素焼きでいきます。はい、チャカメカファイヤーで、一応こちらはもう背わたは抜いてます。でもう大丈夫とは思いますけど、一応ハゼルの防止でエビの尻尾の先端だけちょっとカットしますね。別に揚げるわけじゃないので多分大丈夫とは思いますけども、やっぱね、新居はねあまり汚したくないという気持ちが働きますね。じゃあ焼いていきましょう。で今回はエビ焼き終わった後に丸まっててほしいので、見た目的にですので今回はのし串とかは一切なしでそのまま焼いてまいります。でちょっとホイルで蓋をして効率重視。よし、もうよかろう。エビからなんて言うんでしょう、背わたを抜いたところ、穴、そこら辺からお水がジュクジュクジュクっと出てきて、こう焼けたよ、いい香りがしてるよってなったらもう OK かなと思います。あっちー、そしてここでひと手間、剥き終わった後、もしここにね殻がちょっと残ってた場合、これを前歯でガンと噛むと絶望するので、キッチンペーパーでパッパッでもいいし、こういったハケなんかでちょっとね殻をケアしてあげるとより丁寧かなと思います。特にブラックタイガー結構殻硬いのでね。で今回のブラックタイガーって牛エビって言ったりするんですけど、ブラックタイガー牛エビ、クマエビ、クルマエビ、バナメイエビとかそういったエビがいる中で、このブラックタイガーってもう殻付きでボイルした時のこの殻の真っ赤っかな発色ってやっぱエビの中でも結構すごいんですよ。もちろんイタリアとかの真っ赤っかなカラビネーロとかね、もっと赤いエビはいますけど、日本だとやっぱこの車エビのこの殻の発色がね結構綺麗だったりするんで、よくねおせちとかにもね牛エビというかブラックタイガーってよく使われるんですけど、ベトナムは分かりませんよ。ベトナムはちょっと存じ上げませんけども、こと日本においては五味五色五感五法っていう4つの5がありまして、5色でいうと白、黒、そして赤、黄色、緑なんですよね。ことそら赤はね昔からこう厄除けだったりこう厄返しだったかな。やっぱ赤は欲しいですね、お料理にはね。よし、はい、次。それではいよいよご飯を炊いてまいりましょう。今回のお米、日本のジャポニカ米ではなくてタイのジャスミンライス。こちら今8合入れてお水が7合分ぐらいまで。そしたらここにバターでコンソメキューブ2つ分を切り刻んだもの、そして今回のアメリケーヌソース、そしたらこちらを通常炊飯。ではご飯を炊いてる間に今回のパイナップル、本当はねフィリピン産とかベトナム産とかそっち系のパイナップルを買いたかったんですけど、今日ね台湾パイナップルがいい感じに完熟だったので、ちょっとこちらを購入してきました。パイナップルパッと見た時に緑じゃなくてオレンジ色でね、鼻に近づけるとすっごく甘い香りするんですよ、完熟してるやつって。ですのでお家で追熟させずにもうその日食べたいよって方はそういったパイナップル選んでくださいね。じゃあこちらをまず葉っぱごと一刀両断、せーのパカン。いいですね。じゃあまず外周に合わせて1本、やべえ、果肉柔らけ、完熟しすぎ。これそしたらこれをこうえぐるようにしてこう包丁をね入れていってもいいんですけど、多分楽なのちょっと貫通させて、あとは身を持ち上げながらうまいこと包丁入れてって、よし、はい、きれいさっぱり。
じゃあ今回の果肉、あんまり大きく切ってもご飯となじまないので、とはいえ小さくしてもパイナップルの存在感ないので、今日はこのくらいの角切りで。今回台湾パイナップルなので芯が柔らかくてもう芯まで食べられるタイプのパイナップルなのでこうやってやってるんですけど、普通のフィリピン産とかベトナム産の場合は芯外してあげてくださいね。硬くて食べられないのでね。これで8杯の器と2玉ぐらいの角切りにしたチャーハンの具材の方の身と、質量保存の法則で全部はこの中に入りきらないのでチャーハンとしてね、残りは全部カットパインにしてあります。地道に食べていきます。口が荒れない程度に。でどこまで効果あるかわからないですけど、やっぱね炒め終わったチャーハンがべちゃべちゃになっても嫌なので、ちょっと吸水ペーパーというかキッチンペーパーで出番が来るまで水分をちょっと抜いてもらいます。そしたらうちご飯も炊き上がりですね。しっかりとちょっと混ぜ込んでというか水分量を均一にして、でちょっと味見、かなりいい感じ。かなり薄味に仕上がってて、でもエビの香りはしっかりとして、でまだ若干芯が残っているような感じなので、もう一度保温。この時もねご飯は潰さないようにね、潰すとチャーハンがべちゃべちゃになるのでね。じゃあ仕上げてまいりますか。大きめの中華鍋に大さじ2くらいのサラダ油、お好みでオリーブオイルでも。でフライパンをしっかりと温めて煙が出るぐらいで、今回タイ米というかジャスミンライス使ってるので、そんなに神経質にならなくても勝手にパラパラになりますんでね、ラフな気持ちでいいと思います。しっかりとぬくもったら卵、ご飯合わせてくるむ、混ぜてくるむ。お米とお米の間に油を行き渡らせるイメージ。お箸を開いてただくるくるしてるだけで勝手にもうものの30秒でパラパラになるので、ちょっと気分がいいので無駄に煽ったりして、今回の具材たち、ピーマン、トウモロコシ、ハイミー、お塩、わりかしたっぷりめのブラックペッパー、煽り混ぜてで仕上げのパイナポー、で最後鍋肌にヌクマム。はい、これで OK。で今回の分量をちょっと細かく教えてと言われると結構難しいんですけど、卵3個、炊き上がったタイ米300から 320g ぐらい、約1合弱、玉ねぎ、人参、エビ、エリンギ、このぐらい、おむすび1個分ぐらい、このぐらいで、ピーマン、コーンがスプーン大盛り2杯、スプーン大盛り1杯、パイナップル気が済むまでで、ハイミーが大さじ1ぐらいで、お塩がこれ小さじ1から2ぐらい、小さじ 1.5 ぐらいで、ヌクマムが大さじ1ぐらいですね。で今回タイ米なので、もう粘り気少なくてすぐパラパラになるお米なので、結構ね 300g ドーンと入れちゃってますけど、ご飯ね、日本のジャポニカ米の場合粘り気強くてちょっとねパラパラっとさせるのちょっと難しかったりもするので、半量ずつちょっと少なめに1回ずつ作ってあげるとパラパラなりやすいような気がします。でそれから一番最初に卵をジャッと入れてからのご飯ビャッとこの 1,2 のテンポ感、よく卵かけご飯にしてからチャーハン炒めるとパラパラになりますよと同じで、生卵がねご飯とうまい具合に馴染んでこうコーティングしてくれるので、このテンポ感結構僕は大事にしてます。で生卵とよく合わせてくるん、はいくるん、はいくるん。
はい、これで多分こんな感じ、ベトナム風パイナップルチャーハンの出来上がりです。で、実行。というわけで無事に完成しました。ホーチミンの香り。このね、ミント。このミントが入った瞬間に、ベトナムってなりました。実際ベトナムでお料理を頼むと、大体どのお料理にもこういったハーブ系のものがね、わさっと盛られてるんですけど、よく見る香草系がパクチーでしょ。で、それからミント。で、ドクダミとタイバジル。タイバジルはホーリーバジルとか言われるやつですね。この4つをよく見たかなっていう感じです。で、今、日本だとドクダミってまた生えてなくて、もうちょっと暖かくなってきてからですもんね。5、6、7とかね。一応メルカリで発見しましたけど、やっぱまだ生えてなかったです。まだ鉢の中で土の中にいますって言ってました。だから日本ですぐ手に入るならパクチーとミントかなっていう感じですね。よし、ならばいただきます。せっかくなのでヤングココナッツ久々飲むな。やっぱりちょっと青臭いだから。じゃあ早速いただいてまいりましょうか。よい。まずエビの前にやっぱこのチャーハンから、やっぱ作ってからちょっと時間経ってますけど、さすがジャスミンライス、まだまだパラパラ。超うまい。いや、これ再現度かなり高いと思いますよ。僕がたまたま入ったお店やったんですけど、やっぱね、このちょっとピラフっぽい感じというかね、普通にエビとか玉ねぎとかこういったものをバーっと炒め合わせたような味じゃないんですよね。ちょっとコンソメっぽいというか、バターっぽいというか、ほんとこんなお味。で、調理中もちょっとお話ししましたけど、試作の時に玉ねぎとか人参とか一緒にこう炊き込んでピラフにしたんですけど、やっぱそれよりも炊き込むというより、こう炒め合わせる方が玉ねぎの食感も残るし、人参はコリコリだし、で、なおかつエビって火を通しすぎるとね、パッサパサのね、カチカチになっちゃうんですけど、こっちの作り方の方が、エビもジューシー。で、ブラックタイガーはもう食感バッキバキ。きっと中山きんに君の上腕二頭筋はこういった食感なんでしょうね。筋肉を感じる。で、やっぱこのパイナップルがあるところがうまいわ。酢豚のパイナップルって結構パイナップルの主張強いじゃないですか。このチャーハンだとそんなに主張してこないんですよね。ちょっと甘酸っぱい具材みたいな感じで。このパイナップルだったら多分許容できる方多いと思う。じゃあ今回のミントとパクチー、はい、こちら一緒に。ベトナムを感じる。もちろんね、パクチーとか苦手な方いらっしゃると思いますけど、僕もね、昔はパクチー苦手でしたけど、今はね、タイ料理、ベトナム料理を食べるなら絶対に欲しいですね。本当によく合う。例えばバインセオって言われる、よくね、ベトナム版お好み焼きって言われるんですけど、米粉とココナッツミルクとお水とって伸ばしたターメリックか、そういったもので薄いクレープみたいなものをね、焼くんです。で、その中に豚肉、もやし、ニラとかそういったものを炒めたものを乗っけて巻きましたみたいな、というか挟みましたみたいな。バインっていうのが挟むっていう意味なのでね。で、そのバインセオとか食べると思うんですけど、ベトナムのお料理って例えばすごく出汁が効いてるとかねっていうよりかは、少しね、日本人のこの出汁文化と比べるとちょっと淡白な感じは少し感じたんですよ、僕。だからその分この香草パクチーとかね、このドクダミとかそういったもので香りというかパンチ力パーンつけるみたいな、理にかなってんだなーって僕は感じました。だから個人的にはベトナム料理いただくならこの香草は欲しいっていうか、純粋にめちゃくちゃよく合う。じゃあちょっと早送りします。お腹空いたので。一気に3杯食っちゃった。じゃあちょっとお口の中がまったりしてきたなというタイミングで、はい、どうちょ。これがまたすっきりさっぱりうまいんだ。さっぱりする。
ほんと甘酢漬けでもちょっとヌクマムのエスニックな香りが漂うピクルス。ただ僕ちょっと分厚く切りすぎましたかね。もうちょっと細かったイメージがある。んでもって僕ヌクマムちょっと入れすぎたのかも。現地でいただいたのはもうちょっと白かったですもんね。でどこのお店に行ってももうね、見た目も細さも味もほぼ一緒なんですよ。あれなのかな、なんか有名なメーカーがあって、でそこのドーチュアをいろんなお店が買ってるみたいな、そういう感じなのかなって思うくらいほぼほぼみんな同じ味でした、ドーチュア。でもね、これがほんと美味しいのよ。じゃあ引き続きパイナポーチャーハン。じゃあちょっと味変にスイートチリソースで、スイートチリソース結構ドロッとしてますけど、これとねよく似たお味でヌクチャムっていうのがあって、チャーハン作るでも使ったヌクマムをベースとして、そこにお砂糖とかニンニクとかライムとかそういったものを加えて、このねスイートチリソースのもっとねサラサラっとしたのがあるんですよ。それがヌクチャムっていうんですけど、個人的にはやっぱこうスイートチリソースのこの甘い感じというか、このもったりした感じ、これがやっぱ僕好きなんだなーって感じましたね。だからいろんなものにべったべてかけてました僕で。味わい的にはかなり似てるんですけど、スイートチリソースはお酢がベース、このお酢にニンニクとか唐辛子とか大量のお砂糖を加えて作るのがスイートチリソース。ヌクチャムはヌクマムがベースだからちょっと違いますけど、お味的には結構似てましたよ。じゃあスイッチで味のパイナポーチャーハン。甘い、うまい。特にエビとねスイートチリソースなんて一番合う組み合わせですからね。バリうまい。はい、じゃあ続きましてちょっとこちらがですね、僕初めて見たんですけど、サテトムってやつ、レモングラスの香りが効いたエビとか魚醤香る食べるラー油らしいです。ヌクマムを買いに行く時に横にありました。レモングラスめっちゃいい香りする。で中はこんな感じ。あんまり唐辛子してないんですね。めっちゃレモングラスで、辛さレベル的には日清さんのトムヤムクンラーメンぐらいビリッとくるぐらいの辛さ。これをタパ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 。僕はあんまり入れすぎると体中から汗が吹き出るので、まあこのぐらい。全然あり。やっぱ塩分のベースが魚醤だからかな。日本のというか中華の食べるラー油よりも違和感なく馴染む、味の方向性が一緒みたいな。辛いもの好きの方はこれめっちゃ好きな感じする。でもしっかり辛い。じゃあラスト1杯とその前に、はい、ドラゴンフルーツ。今回は赤ですね。このドラゴンフルーツの甘すぎないこの水っぽいこのモイスティーな感じ好きだわ。なんというか爽やかなキウイというかね。じゃあ本日もラストということで、じゃあラストスパート。よいしょ。ごちそうさました。いやーうまかったね。チャーハンを食べるとラーメンが食べたくなるというのはね、ごく自然なことでございまして、お腹ポンポンで、今回このベトナムでいただいたパイナップルチャーハン作ってみましたけども、個人的には大満足のいく出来となりました。いやほんと完成度高いんじゃないかなっていうか、再現度、あくまでも絶対にこれは
パイナップルチャーハンの平均的な作り方ではないと思います。あくまでも僕がいただいたお店の味って感じでも、エビ味噌の香りはするわ、コクはあるわで、ものすごく美味しく仕上がったかなと思うので、ちょっとね作るのは手間かもしれませんけど、もしご機会がありましたらぜひ。てか何よりあれですね、このパイナップルを器にするとやっぱ映えますね。もうそれこそなんかみんなが集まっていただくパーティーとかね、そういう時にはいいかもしれませんね。で、次何を作るかまだ決めてないんですけども、せっかくのね春らしい気候になってきましたんでね、次はちょっと春っぽいお料理とかいいなと思ったりもしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。